皆さんどうもこんにちは、イノファンゴです。なんとこの度東京ゲームショウ2024のビジネスデーにてモンスターハンターワイルズの私有をさせていただきました。当チャンネルではハンマーに絞ってご紹介しますので、ハンマーがお好きな方はもちろん、どの武器を使うか迷っている方もぜひご覧ください。今回収録できた映像でハンマーモーションの解説と感想、チャタカブラ討伐、土砂熊討伐、これら3本の動画を公開したいと思いますので、よければチャンネルの登録もよろしくお願いします。それでは参ります。まず全体的な感想としては、モンスターとの対敵距離が近くなったように思います。ライズの踏み込み叩きつけやワールドの力ダメ3など攻撃範囲が広いモーションを取り上げられ、攻撃の起点が通常ため3になることが多かったためです。もちろんため2起点の攻撃だと前作同様踏み込みながら勝ち上げてくれ、遠くからでも当てやすいままではあります。しかし勝ち上げは他のプレイヤーも飛ばしてしまうため、マルチでは使用がはばかられます。また今回のように戦闘経験が薄い敵ではタイミングを測れずため3まで貯めてしまうケースもあるでしょう。結果としてため3まで持っていくシーンが多くなり、踏み込まない攻撃のため過去作よりも近い位置で戦う必要が出てきたという感じです。そしてその機動力低下をためステップで補完するイメージでしょうか。ライズのキープスウェイのような長い無敵時間はありませんが、ため中スタミナが許す限り何回でも発動できますので、敵の攻撃直後にためステップで近づきため3を叩き込むのが理想的でしょうか。続いて今作の火力技渾身ダメ。派生のパターンとしてはため3状態、叩きつけ4発目の後、アッパーの後、回転強アッパーの後、集中オーダー進展の後に R2 プラス三角プラス丸を押すと発動します。ため段階も2段階あり、渾身ためアッパーと渾身ため叩きつけです。特に渾身ダメ叩きつけはアッパーなどの火力技と比べても破格の威力を誇ります。チャンスのとどめはもちろん、ため中に敵がひるんだ時やスーパーアーマー付きなので敵の攻撃によっては食らいながら叩き込むのもありですね。集中オーダー進展と違っていつでも出せますので、何回渾身ダメ叩きつけを食らわせられるかがタイム短縮の肝になってくるように感じました。次は集中オーダー進展。これはハンマーの集中弱点攻撃で、複数回の攻撃で傷ついた箇所に放つと高火力のコンボを叩きつけることができます。ただめちゃくちゃ当てづらい印象でした。初手のリーチがかなり短いので、ビタビタに近づいた状態で傷口に当てなければならず、チャンス時以外に当てようと思うと難しく感じました。そのため敵の動きが分かるまでは攻撃直後の硬直を狙うか転倒時などに入れるかになる印象です。ちなみに傷口は集中攻撃後に破壊されてしまい、破壊してしまうと攻撃の威力が下がってしまいます。また集中攻撃をしなくともダメージが蓄積されると通常攻撃でも破壊される仕様です。そのため確実に集中オーダー進展を入れるため、早めに集中攻撃を狙うか、通常攻撃のダメージを増やすためダメージ蓄積が溜まりきるギリギリを狙って放つか、検証の余地はありそうだと感じました。続いて派生元が増えた回転攻撃です。過去作ではため3状態でスティックを倒しながら R2 を離すと派生していました。今作では叩きつけコンボの途中とため中以外ほぼ全てのモーションから三角プラス丸で回転攻撃につなげることができます。そのため回避を入れずにずっと攻撃をし続けられるようになります。品質しそうな派生としては、ため3攻撃後敵がひるんだ際の追加攻撃として、叩きつけコンボの後さらに硬直時間がある場合の追い込みとしてなどでしょうか。動画では過去作の癖で強攻撃の後によく回避を入れてしまっていますが、ワイルズに慣れてくるとひるみを取りながらずっと俺のターン状態も作れるかもしれませんね。
その他細かな変更点を2つご紹介します。まず縦コンボのステップです。すでに公式動画でも話題になっていましたが、縦コンボ中に L スティックを入れていると移動した後攻撃をするようになりました。そのため縦位置を外してしまっても攻撃を当てられる可能性が高まりました。縦ステップだけではなく横方向へもステップしてくれるため、初撃を外してもちょっとずつ移動してアッパーだけ当てるみたいなリカバリーが効きそうです。2つ目は叩きつけコンボと渾身ため中にスーパーアーマーがついている点です。ワールドやライズの力ダメやため変化がなくなった分、通常攻撃のコンボにスーパーアーマーがつくようになりました。モンスターが疲労している時など吹き飛ばされない攻撃をしてくる場合は、積極的に叩きつけコンボや渾身叩きつけを狙っても良いかもしれません。いかがでしたでしょうか。ちなみにもう一つの追加要素、アッパーの相殺については収録できませんでした。何回かチャレンジはしたのですが、縦1、縦2の時間も考えて相殺させるにはある程度の慣れがいるように感じます。最後にチャタカブラ戦と土砂熊戦のかっこよいところをダイジェストでお送りして本動画は終了します。全戦闘シーンは別動画でご紹介しますのでお楽しみに。なお気になる点や聞きたいことがありましたらコメント欄にお気軽にどうぞ。それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。またねー。